マットなでも抜ける歪みにできるかなと。かなりクリーンの範疇だと思うんですよね。はい、どうも始まりました。本日スペシャルゲスト若左衛門さん、お願いします。そして小口優也くんです。よろしくお願いします。もう豪華。豪華ですね。しかも若左衛門さん初めて出ていただく感じで、そうですね。もう恐縮です。嬉しいです。よろしくお願いします。今回ですけれども、もうここにも並んでおりますけれども、こちら以前小口くんともね、動画撮らせていただいたジャッカルミッドナイトにここにですね。新たに ADCBF っていう原音をミックスするユニットがついたバージョン、ジャッカルミッドナイト ADCBF というのが出まして。ジャッカルって何でしたっけ？ジャッカルってそういう速いやつ、動物。犬飼ってるの。犬飼ってる。それの速いやつ。そう力強い犬系の動物だと思うんですけども、そういうのをイメージした歪みになっております。じゃあまずですね、ベースからいきたいなと思うんですけども、レフティのいつものこのベースヴィンテージだよね。そうですね、これは65、66年のアイノコのヴィンテージベースに持ってきました。すごい、早速やっていきましょうか。じゃあまずオフから。はい。おー、じゃあオンにしてみますね。もう早速いっちゃいますよ。ジャッカル、ジャッカルオン。悪い音してますね。極悪。そもそもは、今日小口さんもいるけどベース用なんですよね。そうなんです。そもそもベース用で、ギターでも使えるっていうことでね、小口くんともやらせてもらいましたけども、動画2モードあって、今はねしっかり歪む方のメインのモードになっていて、もう1個プリアントモードっていうのがあります。でこちらつまみなんですけども3つあって、一番左がブレンドのノブになっていて、右に振り切るとこの今のエフェクトの音で、これを左に振り切るとエフェクトがかかってない音になるんですね。これちょっと一回やってみますね。仮にいっちゃん左に振り切ると、馴染みのある感じです。これを上げていくと、っていう風にこう行き来できるのがまず一番左のつまみになってます。真ん中のつまみなんですけれども、一番左に振り切ったこのクリーンの音、これのローパスフィルター、すなわちハイカットとも言うんですけれども、低音だけをこうだんだん残していくような。これ今一番左に振り切り。一番左に振り切りってことは、ローだけ残ってモコってしたところだけ鳴る。確かにこれ何のためついてんのと思う方もいらっしゃると思うんですけども、混ぜた時に、要はそのロー感だけ足したいベースでありますね。広域は歪んでる音にしっかり任せて、下だけこう足したいっていう時にこのローパスフィルターがすごくいい仕事をしてくれるかなと。そして一番右はクリーンのボリュームで下げていくとクリーン側の音が消えちゃうっていう感じのつまみになってます。若左衛門さんにこれ事前に音ちょっといろいろ探ってもらったので、このシャキッとした歪みを生かしたいけど、私結構ローが好きな人で、なんでまずブレンドは自分のベースの音もちゃんと残るように12時にして、でこれはなんだ、ローパスフィルター、ローパス覚えろって感じですね。ローパスフィルターを2時ぐらいにやってみて、少しだけ広域はカット、クリーン側の。そうですね。これで多分さっきよりちょっとマイルドになってきたんですけど、これだと多分いざっていう時の音色かなっていう気もしてて、なんで歪みの原因をちょっと下げつつ、でトレブルも私普段からあんまり出さないんですよね。なんでちょっと削る。このぐらいが尖っていいんじゃないかなという感じがしました。じゃあこのセッティングのままブレンドを一旦なしにしてみますね。ちょっとやっぱ鋭い、ここまでいっちゃうと本当にいざって時の飛び道具系の音色になるかなと思うので、ここで気持ちいいんじゃないかなと。いいですね。
ちなみに若左衛門さんって、はい、なんか普段なんかどういう風な歪みをどういう観点で選んでるとかなんかあったりするんですか？私実は歪みめっちゃ好きで、なんか自分でコンパクトでボード作ってた時も、はい、入ってんの歪みだけみたいな、そんぐらい超歪み好きで、はい、でもやっぱジャキジャキした歪みがなんか痛くて好きじゃなくて、なので、真空管が入ってても入ってなくてもちょっと真空管っぽいウェットな、そのふくよかなそう私がっていう歪みってよりは、ずっとかけてても違和感がない歪みの方を選びがちかなとは思います。そういう意味だとこのジャッカル、もともとのジャッカルミッドナイトって結構ジャリッとしてもう私が系だったんですけれども、アド CBF がつくことによってその下をしっかりこう支えてくれるミッドの部分をまさにこうアプローチして付け足していけるので、そういう意味だと合ってるかもしれない。そうですね。とはいえね、なんかこうあまり下がりすぎちゃうエフェクターも結局アンサンブルで抜けなかったりするから、実際になんか自分で選べるっていうのはいいなって思います。おー、やった。なんか一緒にやってると若左衛門の音はちょっと歪んでることで音程感がすごいしっかり聞こえるんですよ。おー、褒められてる。やった。なんかそういう歪みの倍音でクリエイトしてる感じが。そうなんか意外と歪みって使い方によっては、音を抜けさせたりとか埋めたりとか、そうですよね、いろいろなんか本当一概に歪みといってもいろんな使い方があって、その個性をこのつまみでコントロールできるんだったらすごい使い道は広がるのかなと思いました。今日実はですね、若左衛門さんの自分の機材を持ってきていただいているので、今はまさにこのねジャッカルミッドナイトの音だけだったんですけども、ちょっと組み合わせたらどんな音になるかっていうのも。そうですね。で今そのセッティングがさっき単体で撮った時のセッティングなんで、ここからちょっといじっていこうと思います。ぜひ。例えばもうちょっと原因を上げるレベル下げのベースちょっとキリーのこれでジャッカルを若干増やして、うわ、攻めてる。ちょっとなんかファットだけど、そのファットにしてるのは逆に私の外部エフェクターたちに任せてて、そのファットにしたところからジャッカルの良さをさらに足していくっていう使い方だと、結構ファットなでも抜ける歪みにできるかなと。攻めるよっていうか、ここぞという時に。そうですね。でもここぞでも、自分のソロとかじゃなくて、例えば曲の盛り上がる部分とかで踏めるんじゃないかなっていうタイプですね。じゃあ続きましてはもう一モードありまして、プリアンプモードですね。今もうそのプリアンプモードで若左衛門さんに音もう作っていただいたんですけれども、一回ちょっとどんな音か。おお、どういうコンセプトで作られてるんですか？コンセプトはプリっていうことで今これしかかかってないんですけど、私の好みのちょっと下に沈むプリ感を出しつつも、ジャッカルの個性であるそのキラッとした歪みといい塩梅で攻めたいなっていうセッティングで。これでスラップとかやるとちなみにこれさ、今ジャリッとしたところはジャッカルが担ってる、原音はハイカットしてる、それを逆にするとどうなんだろうってことは、原音に割とアタック感があって、やってみましょうか。原音に小口くん作る。小口さん、いや、いいっすか？いい、なんかすごいギタリストっぽい。このハイの残す感じが、この使い方私のマインドからは出てこない。これはこれで面白い。かっこいいね。抜けがすごい良さそう。なんかいろいろ作れるということが分かったということで。真ん中なんかいづらいですね。そう。続いては小口くんのターン。小左衛門です。お願いします。左衛門使われた。小口くんはね、これ前の動画やりましたね。久しぶりに同じギターだ。
ですかね、うん、あ、そうですね。いやちょっとピックアップカバーがない。あ、本当だ、外れてる。今日忘れてきちゃいました。いやじゃあ一回今普通のジャッカルブレンドなしですね、ちょっと久しぶりにいきますか。うん。バレていますね。相変わらず歪みますね、うん、今回のブレンドのところいろいろやり方あるんですけれども、ちょっと一回これでも軽くやってみましょうか。そうですね。少しだけ弦を混ぜてみます。じゃあ刻んでますね。はい。今だいぶ左まで回しましたけど、こういう風に足されるので、ちょっとだけ足すとこんくらいこれ僕他の動画でもちょっとお伝えしたりしたんですけれども、マルチエフェクターとかでドライミックスだとかクリーンブレンドみたいなそういうつまみがついてることがあって、少し弦音を足すとアタック感がこうちょっと増されて、マルチでも結構アタックのある音が作れたりっていうのがあるんですけども、これ今アンプ超クリーンなんですよね。こういう時はクリーンもドクリーンで再生されるじゃないですか。だけどアンプがクランチだったり歪んでた時にさらに歪みをこれで足すってなった時は多分その原音が生きてくると思うんですよ。確かにそのコンプレッションされてないものも送られるから、そこでこのクリーンのドライの音がアタックとしてよく聞こえてくると思うんで。でもう一つのプリアンプモードですね。相変わらずプリアンプ感すごいですね。トレブリーな感じになってますけども、ここに足していきますよ。いいですね、いいクリーントーンになる。そう、もうちょっと原音足してみましょうか。ハイを少しカットしながら足していきますね。このくらい。いいですね、これもさっき若左衛門さんがおっしゃってたのとほぼ同じ考え方っていうか。で僕はやっぱり原音のハイは残したいですね。残したいんだ。じゃあここカットしちゃダメなんだ。残してハイは残して、じゃあどうぞ。まだチャリッとしてるんだったらこっちで調整する方が。小口スタイル。なるほど。この方がなんかアンプの良さとジャッカルの良さがなんか両立できる感じ。結構人によって違う考え方っていうか作り方が、僕と小口くんもちょっと違うから結構面白いですね。ほとんど何言ってるか分からない。持ち帰っていただきました。お疲れ様でした。そして音作りも今小口くんにしてもらったんですけれども、ゲインマックスとミドルマックスになっておるな。まずじゃあクリーン。じゃあ今西さんオンにしてもらって。いきますね。はい。オン。艶が出ますね。わお、いいアンプって感じの。いいアンプ。これどうなってるかっていうと、混ぜてるのは混ざってるのはブレンドが真ん中ぐらい。クリーンのこのに対して倍音深く。押し出し感がなるほど。これちょっともう一回フルジャッカルにすると、これもこれですね。これを足してるわけだ。ジャッカルの音だ。かっこいい。これとのクリーンとの間のバランスはもうお好みですよね。これは。そうですね。こうするともうやっぱりかなりクリーンの範疇だと思うんですよ。サスティーンも長くなるし、ミッドもふくよかになってキラッとするし、バランス感覚を養えるペダルに仕上がっておりますね。
絞った時やっぱりこれがあるかないかで結構違いますね。菰口くんのここのボリューム操作がうますぎて、かっこいい。菰口くんが初めてこのチャンネルに出てくださったのが菰口くんのボード紹介の動画だったんです。でその中でもうボード紹介してるのにもう何気にやるこの操作がもうすごすぎて気になりすぎてでもなんか私カチってやるの好き。カチこれかな。これそれ何？これなんだっけこれ。嘘だ、絶対嘘だ。ピックアップセレクター。ピックアップセレクター。そこシャッてやるの。シャッてやる。かっこいいそうですよ。まあみんなやってるよ。今回のご紹介したこの ADCBF もうジャッカルミッドナイト持ってるんですけどっていう方いらっしゃると思いますけども、ご連絡いただければ追加でこちらでこのユニットをつけることもできますので、ぜひぜひ気になった方はご連絡いただければと思います。そしてノーマルのジャッカルありますね。であちらにもつくのかなどうなのかなと思ってる皆様、すみません、つかないんですよね。つかないんですね。ノーマルのジャッカルはもう中身カツカツでパンパンなんです、ね、パンパンなんです。であっちはですねちょっとつけようとするとサウンドクオリティが維持できないというちょっと判断となりましたので、こちらもミッドナイト限定の機能となっております。じゃあ最後にですね、せっかく今日このお二人に来ていただける動画本当にないですよ。ぜひ歌っていってください。歌わなくてお二人にちょっと最後このジャッカルミッドナイトここに2台あるのでダブルジャッカルミッドナイトでセッションをしていただいて締めたいなと思います。楽しみ。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。めっちゃかっこよかった。どうでした？緊張しました。本当ですか？全然そうは見えなかった。そこまで弾きまくってる若ちゃんを見たことがない。そうですよね。いつもは菰口さんが言ってくれて、私はバッキングしてるからめっちゃ嫌でした。嫌だった。今回若左衛門さんと菰口さんの SNS とかいろいろ載ってますので、ぜひぜひチェックしてみてください。もう皆さん知ってると思いますけれども。今回動画良かったという方は高評価、そしてチャンネル登録していただけると嬉しいのでよろしくお願いします。それではお二人本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さんまたの動画で。